イージーガンダム製作もいよいよ佳境。鼓の作業で色を塗るところまで終わらせることができた。そんな中、ウップ主が入手してきたアルクスプリンターで製作した自作デカール。一体どのようなものなのだろうか。こんばんは、鈴木つづみです。引き続き解説を担当します。長々とウップ主の解説で前回終了していましたが、その時の話に出てきたデカールがこれです。大きさはハガキと同じらしいです。市販デカールの大きさとそう変わらないですね。ただ、決定的な違いが一つ。それは市販デカールと違って、一つずつデザインナイフなどで切り出してから使う必要があるということです。どういうことかというとですね、このデカールはクリアデカールの上にアルクスプリンターのインクリボンのインクで印刷したものに過ぎないため、そのまま水につけると、全体が台紙から離れていくということです。なので、多少面倒ですが使う分だけ切り取っていくしかないのです。付属デカールや市販品でもデザインナイフでギリギリまで攻めるようにして、切り取っているモデラーさんもいらっしゃいますので、この際こういった作業に慣れるのもいいかもしれませんね。話を戻しますね。このデカールに限ってのもう一つの難点ですが、印刷データを作成している時点で、ちょっと失敗しちゃってますね。デカールの間隔が狭いですね。かなり間隔を詰めすぎてしまって、切り取りに難があります。ウップ主曰く、デカールとインクがもったいないのでぎゅうぎゅうに詰めてしまったと言っていました。もったいないというのは何言っているのかわからないと思いますが、印刷データの制作にはウップ主も関与しているということなので、何か事情があったのでしょう。ウップ主もパソコンスキルに関しては素人じゃないと自負していますので、使いこなせると便利なことも多いらしいです。この件についてはいつかウップ主から説明あるかもしれません。ちょっと解説が長くなってしまいましたね。それではデカールの貼り付け作業に入りましょう。用意するのは、デカール用のトレイ、マークセッター、デザインナイフ、ピンセット、爪楊枝です。それと、先ほどの特注のデカールと、ウップ主が以前のガンプラ製作に使用した残り物のデカールも加えます。これはかなりの年代物ですよ。デカール軟化剤はマークソフターもありますが、のり入りのマークセッターの方が貼り付けるのにいいかもしれません。デカール用のトレイは、水を入れることができる底の浅い容器でも代用できます。デザインナイフは模型製作での使用頻度が多いので、持ってない場合は購入した方がいいですね。144分の1のキットに使用するだけあって、注意書きはもちろん、マーキングも小さめですね。こういった時はデザインナイフの刃を滑らせて大まかに切り取って、さらに小さくする時にはデザインナイフを下に押し込むようにして切断する方が正確に切り取れます。今回はいつものようにデカール用紙を全体的に濡らして作業するということができませんので、必要なデカールを一つずつ水につけます。その間に貼り付ける箇所にマークセッターを塗っておきましょう。数分後デカールが台紙から離れ貼り付け作業ができますが、このように小さいものを貼る場合はピンセットか爪楊枝を使うと作業しやすいです。私は爪楊枝の方が使いやすいので、ピンセットはあまり使いません。ピンセットは金属製なので、先端部が当たったら模型に傷がついてしまう可能性がありますが、爪楊枝は木製なのでそんな心配は無用、微妙な位置合わせに便利です。このような感じで作業をします。小さいデカールを切り出して、水につけて、マークセッターを塗った箇所に、貼り付け位置を調整するといった作業の繰り返しになりますので、これ以降は作業の様子を流しますね。細々とした作業なので、なんだか大変だなぁ、と思う方もいらっしゃるかもですが、やり始めると集中して結構作業は進みますよ。デカールを貼り付けた部品を見ると、完成が近づいたことが実感できますし、結構楽しいです。ちなみに、今回は全部で110枚貼りました。実はこの数は、私が今まで制作した中でも最小でして、多い時は144分の1で350枚以上貼ったこともあります。まあ、さすがにやりすぎちゃいましたが、ちょっと言い忘れましたが、
デカールを貼る位置ですね。このように真ん中を意識して貼るのが安全ですが、たまに左右にオフセットするようにずらして貼ると単調にならないですよ。もし貼る機会がありましたら、試してみてください。デカールの貼り付け作業が終わりました。たくさん貼りましたので、結構時間がかかりましたね。次の作業ですが、再び塗装の準備です。塗装に使う塗料は、スーパークリア3です。艶ありのクリア塗料で、塗膜もしっかりしているのが特徴です。今回はデカール保護のためにこれを吹き付けます。それとこの次の作業のために2回塗って塗膜を厚くします。いつもでしたら、デカール保護の塗料は艶消しクリアなのですが、なぜ今回このようなやり方をするのでしょう。もちろん訳があります。はい、艶ありクリア塗料の吹き付けが終わりました。さて、乾燥後のことですが、写真でははっきり見えるか自信はないですけど、見えますでしょうか。この部分、デカールを貼り付けた箇所、デカールを切り取った部分にくっきり段差ができているのです。市販品のデカールの場合はこのような段差はできにくいので、そのまま艶消しクリアを塗って仕上げるのですが、細々とデザインナイフで切り出した部分のエッジがそのまま出てしまうので、この方法は使えません。貼ったものが小さいので、余計に目立っていますね。ということで、これからこの段差を消しにかかります。今から取り出しという作業をします。これはデカールを貼った部分が塗装でさらに盛り上がっているので、そこを削って平らにしようということです。ただし、この作業には注意することがあります。一つは当然のことながら削りすぎないこと。理由は申し上げるまでもないですよね。二つ目は段差の箇所ばかり集中して削らないこと。デカールの部分を全体的に削るようにします。3つ目は、艶ありクリアを完全に乾燥してから作業すること。特に研ぎ出し作業のために厚塗りしているので、表面は乾いても下層の方はまだだったりします。これは失敗例ですが、かなり前に制作した144分の1のズゴックの頭頂部ですね。クリア塗料が完全に乾いていない状態で研ぎ出し作業をしたため、ゼロの部分が歪んでしまってますね。そんなわけでちょっと頭頂部が悲惨な仕上がりになっています。まあ、ウップ主の頭頂部もやや残念悲惨ですけどね。おい、そこでその話題出すか？そこまでするか？ささらちゃん、攻めますね。話がそれちゃいましたね。元に戻しましょう。取り出しのためのクリア塗料は完全に乾いてから作業を開始します。それでは先ほど説明したことを注意しながらの作業の様子を流します。デカールを貼る作業と同じように、この取り出し作業も細かい作業で大変そうですが、この作業も慣れると案外楽しいですよ。思ったよりもどんどん進みます。面倒だと思わず作業を進めていきます。取り出し作業が完了しました。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、段差が消えました。仕上げ塗装の前に墨入れを入れるのですが、今回は無理して墨入れをする箇所はないように思われたので、バルカン付近のみに施して仕上げ塗装に入ります。さて、ここから一気に仕上げ塗装にかかります。部品にまた持ち手をつけて、仕上げ塗装の準備をします。艶消し塗料を吹き付けます。塗料にもよりますが、この塗料は比較的早く乾きます。すぐに組み立て作業に入ることができるでしょう。仕上げ塗装が終わりました。これで私の仕事は終わりです。いよいよ最終組み立てですね。佐藤ささらです。今から仕上げ塗装の乾いた部品を組み立てていきます。
ちょっと熱く気になってしまいましたので、若干部品の愛に影響が出るかもしれません。今後の反省点の一つですね。次回に生かそうと思います。ちょっとヒヤヒヤしながら組み立てています。どのような完成品になりますか？この作業が終われば完成です。私の仕事もこれで終わります。思ったより制作に時間がかかっちゃったけど、なんとか完成させることができたね。エントリーグレード、甘く見ていた。まあ、キットの出来自体はとても良かったし、稼働も申し分なかったけど。ただ、手を加える箇所はいろいろ出てきたので、改造、回収を楽しみたい人にもおすすめできるキットだと思うよ。それと今回使用したデカールは全部自作品だったね。もうちょっとデカールとの間に間隔があれば作業しやすかったんだけどね。次回改善するから許してくれ。なんせ私が手掛けるガンプラは、基本自作デカールを使用するから、作業効率に影響出ないようにしないといけないからね。確かに結構切り出すのが大変そうだったね。まあ、慣れだよ、慣れ。鼓なら大丈夫だよ。ちょっとこのキットいろいろと苦戦したからまた再戦したいんだけど、今度いつ作ろうかな。何言っているんだ、ささら。次の作品はもう決めてあるよ。それも構想的には1年以上前に。なんですって？ちょっと待って1年以上前ってことは、その次も決まっているの？次回以降の4回分はほぼ決定だね。変更を要求します。却下だね。その理由だけど。1、そもそもこのチャンネルでの制作品は、いつ何を制作するかというのは、今回は例外として数年前から私の中ですでに決定していて予定を変更したことはない。2、今回ササラが決めてもいいということだったが、永続的に自由に決めてよいとは言っていないし、今後も決定権についてイニシアチブを明け渡すつもりもない。それと、これがとどめだったね。3、ササラのこの暴露さえなければ、態度を硬化させることもなかったんだけどね。あははは、根に持っていたんだね。当たり前だろ。というわけだ。諦めてくれ。ハゲいじりをしたらどうなるか、良い教訓だ。まあ、仕方ないか。さあ、そろそろ時間来たから。そうだね。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。